どうも皆さんこんにちは。今日はストリート写真の話なんですけれども、普段私がストリート写真撮り歩いてる時にどういう視点で被写体を探してるのかっていうのをサンプル写真を見ながら話していこうと思います。私今ストリート写真って言ったんですけど、ストリートスナップとかストリートフォトグラフィーとか言われているものと同様の意味で言っています。いろんな写真のジャンルがある中で、このストリートっていうのが私は見るのも撮るのも一番好きなんですけど、このジャンルの難点は一日撮り歩き続けても一枚も気に入ったものが撮れない日がざらっていうことです。これ私だけかな。1週間連続で撮り歩き続けても一枚も気に入ったものが撮れないっていうね、そんな時もあります。なんかね、ほぼ運任せみたいな感じだったりもします。それとは逆で、写真撮るぞって気合を入れて出かけたわけではなくて、ちょっとね遊びに行った先で撮った一枚が意外に良かったりとかね、ほんとムラがあるんですけど、それがストリート写真の楽しいところかなとも思ったりします。今回もこの動画作るために半日ぐらい撮り歩いてたんですけど、結局、特別気に入ったものは撮れずっていう感じで帰ってきました。ただちょっと考えてみたら、撮れ高がいい時でも悪い時でもどういう視点で被写体を探してるのかっていうのはね、私の中では大差ないので、今日はちょっと気に入った写真ではないですけど、そのサンプル写真を見ながら普段どういう視点で被写体を探してるのかっていうのを話そうと思います。使ったカメラについてはこの動画の最後の方で話します。ではね、ちょっと見ていきましょう。まず1枚目の写真です。このシチュエーション撮ろうと思った理由なんですけど、それがこちら。この人物にかかっているしましまの影、これが面白そうだなと思って撮りました。このしましまの影を作り出しているのがこれ、歩道の上のひさしっていうのか雨よけっていうのかね、これです。通行人がこの歩道を歩いてるのを見てると、このしましまの影がチカ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 って言ってね、結構ね目を引いたんですよ。というわけで、この写真の主題は影の面白さなんですけど、構図的なバランスについてちょっと補足しておきます。まずこのライン、放射状にラインが広がってます。これによって奥行き感が出てます。それから厳密ではないんですけど、なんとなく三分割構図になってます。それからこの一番右にいる人物の目の表情、これがねこの写真の雰囲気作りの役に立ってるなと思います。次、これも同じ場所で撮ったものなんですけど、これの場合はフレームインフレームということで、この両脇はね柱なんですけど、これらを入れて撮ることで構図内にフレームを作る効果が生まれます。これ結構私よく使う手法で、なんか手前にフレームになりそうなものがあったらとりあえず入れて撮ってみるっていう感じでやっています。これもそうですね。次、これは映り込みとレイヤーです。街にある看板っていうのか、広告のパネルを通して撮ってるんですけど、この白い部分は広告の表示です。で、その他のものは全部映り込みです。最初にこの構図だけを決めていて、ここに人物が入ってくるのを待ってシャッターを押しました。この写真もなんとなく3分割になっているっていうのと、それから放射状の構図になってます。で、次、これ桜とその映り込みをレイヤーで撮ったものです。一番手前に桜で、その後ろにこれなんだろう、パイプみたいな感じのこの建物の装飾で、その後ろに桜が反射しているガラスがあって、その後ろに反対側の建物とかが映り込んでいて、複数のレイヤーになってます。で、次の写真はこちらです。これはスポットライト効果を狙ったものです。人が歩いている横断歩道のところだけに光が当たってますよね。で、その他の部分影なのでね黒くなってるんですけど、この黒い部分の面積を大きく取り入れることによって、このライトが当たっている部分の存在感を増すことができているんじゃないかなと思います。次、これは建物の3階から交差点を見下ろして撮ってます。ここではこの影のラインが目に入ったっていうのと、ちょうどこの影のラインのところの角にこの交差点のマークがあるっていうのもなんか面白いなと思って、人がこのフレームの中に入ってくるのを待って撮りました。それからこの手前の柵を構図の中にちょっと入れることで、柵の間から覗いてますっていう感じを出しています。次、これはフレームインフレームと見る人の目線の誘導です。これの場合はね、もうなんかフレームイン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 ぐらいな感じになってるんですけど、だんだんとこのフレームが小さくなっていくっていうことと、
このサイドのラインがこういう感じでね向こうに向かっているということで、この写真を見る人の目が自然とこの人物のところに誘導されるようになっています。で次の写真、これも同じパターンなんですけど、さっきの場所を下から見上げて撮ったものです。本当はねここに人物が歩いてきてくれたらシルエットで入れたいと思ってちょっと待ってたんですけど、人通りの多い時間帯ではなかったので誰も来なくて諦めました。次これね全身赤い服の人物がちょっと目を引くんですけど、その他にもライトとシャドウのコントラスト、それから同じように放射状のラインがあります。それとこの旗を手前に入れることでフレーミング効果、あとこの旗の後ろに街の雑然としたぐちゃぐちゃした感じがあったので、この旗でそれを遮断して構図全体をすっきりとさせたっていう感じです。あとこのガラスのところに人物の反射が映ってます。で次、これもライトの入り方がいいなと思って撮りました。光が入っているのはこの辺りです。で向こう側にポイントとなる十字架があって、このフレームで人が通るのを待ってました。で人が通った時にね太陽がこの人のね前の部分だけに当たってるっていうね、この状態がいいなというふうに思いました。次これ一見特別な写真でもないんですけど、ちょっとねどんな写りになるのかなと思ったシチュエーションで撮った写真なのでここに出しました。最初このシーンではこの影がちょっと面白いなと思って、これを活かせないかなと思ってこの場所に注目しました。でこの影を見ると分かるんですけど、太陽の位置はねもうここら辺でこっち側から太陽差してきてます。ということは普通であればこの人物の顔、逆光で真っ黒に映るはずなんですよ。ところがこの写真ではこの人の顔にも光が当たってます。これなんでかっていうと、この場所私の真後ろに白い壁があって、それがレフ板効果をもたらして光を起こしてくれてるっていうね、そんな場所でした。この後ちょっと場所をずらして撮ったのがこちらです。左側が影で暗くなっているのに対して、右側はこっちからの太陽光と、あとこっちからのレフ板効果で面白い光の当たり方になっているなと思います。で次の写真、これはね木の影が写っているミント色の壁が綺麗だなと思って、そこに人が通るのを待って撮ったものです。ちょうど木の影の隙間に人物の顔が入って、顔にスポットライトが当たっているっていう状態です。次この写真、この場所通った時にとにかく線の数がすごいなと思ったんですよ。まずねこの横断歩道の線ですよね。それからこれね駐車場に上がる道なのかな、この線ですね。あとこのビルのラインで、こっち側にもねビルのライン入ってます。この線がね全部放射状に広がってますよね。で人物を手前に入れたんですけど、この放射状のラインのせいでなんとなく人物が前に向かってグワンと出てくる感じに見えると思います。で次はカラーに注目っていうことで、赤とか派手な色やっぱりね目を引きますよね。これの場合赤とシャドウの黒のコントラストが綺麗だなと思ったっていうのと、あとこの窓枠のフレーミング効果、こういうのをねちょっと狙って撮ってみました。で次これは動きを撮るっていうことで、この時結構風が強くて、この旗がねバタ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 すごい勢いで揺れてたんですよ。そこに逆光が差してました。この動画撮った時はねちょっと雲がかかっちゃってて逆光感じないんですけど、その逆光がこの旗の赤い色に当たって激しく揺れている様子を撮ったら面白いかなと思って撮りました。今ね見てもらってる写真はこの旗のね揺れ具合がよく写っていたので、ちょっとこれ見てもらったんですけど、私的にはこっちの写真の方がいいかなと思ってます。ちょっと全体的にボケてるんですけど、この雰囲気がいいなと思ってます。今話したような内容、ここが3分割だからとか、この放射状だからとか、撮ってるその時はねそんなこと考えてないんですよ。なんとなく収まりのいい構図とか影の入り方とかをねその時にパッと感覚的に見てるだけです。なのでこうやって後から自分の写真を見てこうだああだって言ってね解説してると、人間の脳ってあの瞬間にすごいいろんなことを
瞬間的に判断してるんだなと思ってね、なんか変なところで納得しちゃいました。で、今回使ったカメラ、前回の動画とその前の動画でも話したんですけど、パナソニックの LX100M2 です。どうしてそのカメラを使っているのかっていうのをね、前の動画とその前の動画で喋ってるので、まだ見てない方ぜひご覧ください。で、このカメラの使用感については前回の動画で話したんですけど、一つねちょっと言い忘れたことがあったので、ここで補足しようと思います。これね、逆光に弱い方だと思います。太陽の真正面とかにカメラ構えちゃうと、かなりの確率でゴーストがはっきり出ます。あと光源の周辺にちょっとピンクっぽい色が出やすいです。なので逆光の時はあんまりね自由に構図を決められないです。それでは今日は以上です。動画の内容を気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。